問題 A。太郎くんが植物を植えた。この時点での高さは0センチ。1日目に1センチ伸び、2日目に2センチ伸び、3日目に4センチ伸び、I 日目に2の I-1 乗センチ伸びる。太郎くんの身長が入力されるから、何日目に太郎くんの身長を超えるか答えろ。太郎くんの身長は1以上10億以下の整数センチとする。上にも下にも壊れてない？気にするな。まあ、どうせすぐ抜かれるしシミュレーションするよ。類乗演算子はない言語の方が多いと思うが、左シフト演算子を代用できるぜ。説明欄に C++ のコードも置いたから必要ならどうぞ。問題 B。N 人の名前とレーティングが入力される。名前を辞書順に並べて、レーティングの合計を N で割った余り番目の人が勝つ。は？勝者の名前を出力しろ。名前を辞書順に並べるのが一番難しいけど、相と関数を呼べば終わりだね。現代の言語なら勝手に辞書順で比較してくれるはずだぜ。問題 C。N 枚のカードがあり、それぞれに強さとコストが定まっている。あるカードが、別のあるカードと比べて、強さは低いのにコストは大きいとき、そのカードを捨てる。これを可能な限り繰り返すと、どのカードが残るか？捨て方次第で残るカードが変わるってことは、ないね。カードは最大20万枚、強さとコストは10億以下の整数で、強さやコストは全て異なる。ここからは適当なことをすると簡単に時間切れになるぜ。強さを X 座標、コストを Y 座標ってことにしてプロットするよ。そしたら、他の点の左上に来ちゃった点はアウト。これをどう判定するかというと、点を X 座標で相として強い順に見てけば OK。結局、また相としろって問題だったな。問題 D。座標平面上にこんな風に無数の直線が引かれていて、区切られた各部分が白黒に塗られている。長方形領域が指定されるから、黒い部分の面積の2倍を出力しろ。領域は広い。この 2×4 のパターンが1単位だね。とりあえず、適当にずらしてマイナスの座標は消すよ。あと、4つ足し引きすることにすれば、左下を原点に固定できるね。例えば A の黒い面積をどう求めるかだけど、この線とこの線でカットすれば、同じパターンの繰り返しだから、2×4 の表を手で作っておけば OK。迷子になったら累積はっていうキーワードを調べてほしい。問題 E。表と裏に数が書かれたカードが何枚かある。アリスとボブが対戦する。アリスが先行。手番のプレイヤーは、表に同じ数が書かれたカード2枚か、裏に同じ数が書かれたカード2枚を選び、捨てる。この行為ができなくなったプレイヤーの負け。両者が最適にプレイすると、勝つのはどっちだ？カードは最大18枚。リアル時間がなくなってきたから急ぐぞ。18枚しかないなら動的計画項で完全に読み切れない？発生しうる状態が2の18乗通りしかないから、この状態でターンが来たら勝てるか？枚数の小さい方から考えていけば問答無用で解ける。検索ワードは BitTP。まあ検索して出てくる問題の方がこれより複雑かもね。問題 F。整数の列が入力される。1つ以上の最長増加部分列に含まれる要素を列挙しろ。長さは最大20万。時間が。とりあえず最長部分列の長さを知りたくて、そのやり方はそのまんまググれば出そう。二分探索が一番楽だが、圧縮してセグメント機とかもありだな。これを入れるなら左で何個取れる？ってのも分かって、反対向きにもう一回やれば右も分かって、左右合わせて足りれば OK だね。問題 G。A 小文字からなる文字列が N 個あり、それぞれにスコアが定められている。これらから何個か選んで、そのうちどれも他の部分文字列でないようにするとき、合計スコアの最大値は？ N は最大100、最大文字列長は最大5000。これはちょっとアドリブじゃ無理そう。時間が尽きたのでフローグラフを見せてお茶を濁すぜ。ディルワースの定理ってのがほぼそのまま使える。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。